皆さん、新幹線のホームで大きなバラの花束を抱えた180センチ以上の人が満面の笑顔で降りてきて、花束はーいって渡されたことってありますか？実は私それがニューヨークのスピリチュアルライフミュージックのレジェンダリー DJ であるジョー・クラブゼとの2回目の出会いだったんです。そもそもですね、なぜ私がクラバーでもなく音楽関係者でもない私がこのニューヨークの一応スピリチュアルハウスっていうのを確立したレジェンダリー伝説的な DJ と呼ばれるジョー・クラウゼルと出会うことになったのかっていうお話もさせてください。そもそもですね、1回目の出会いは私全く知らなくて、私の知り合いが彼の大ファンで、彼がちょっとギグに来ていたから挨拶をしに行きたいということで、連れて行かれたんですね。多分15分ぐらいかな、20分、30分いなかったと思います。で、そこで、ジョーさんという方にメアドを聞かれて、彼のメアドをもらったんです。で、私それの時本当歯医者になりたてで、もうすぐ海外に行って演技のレッスンをしたかったんで、結構英語をチャットで6人同時チャットで英語の勉強するぐらいのことをしてたんです。なので、この方も最初、英語圏の人だから、英語の勉強相手だな、ぐらいの感覚でメールを始めたんです。そもそも彼のこと全く知らないし、最初に会った印象は、民族衣装の人だ、ぐらいのイメージだったんですね。音楽も知らないし、何も知らない。で、そのメールのやり取りしているうちに、数ヶ月後にまた日本にいるから、その時にぜひ一緒に会ってお茶というかご飯を食べたいみたいなことを言われて、じゃあいいよ、タイミングあったらね、っていう話だったんです。で、その時に、ジョーのアテンドをしていた方が、ジョーからオーガナイザーさんって聞いていたのが、キングストリートレコードの久さんっていう、多分知る人ぞ知る素晴らしい、すごい方なんですけど、その時私は全くそういうことも知らなかったので、中山美穂さんがいるですね、キングスレコードの方だと思ってて、このジョーさんという人が来た時には、日本のキングスレコードの中山美穂がいるところの会社の人がやるんだって思ってたんです。久さんから連絡をいただいて、ジョー一人じゃ降りてこれないから、ホームまで迎えに来てって言われて、ぶっちゃけちょっとめんどくせえなと思いながら、わかりましたって言って、新幹線のホームまで行ったんですね。ホームで降りてくるであろうところで待ってたら、もうオレンジ色のニットを着た彼が、帽子ニットの帽子かぶって、オレンジ色の大きなバラの花束抱えて満面の笑顔で降りてきたんですね。ありがとうと思ったけど、この花束持って今から移動みたいな。これどうしろとっていうね。お花好きだから嬉しいんですけど、これどうしろとっていうところがスタートでした。そのスピリチュアルライフレコードっていう音楽会社をやっててとかは聞いてるけど、レーベルが何かもわかんない。レーベルって何っていう。クラブに行ったことがない子なんでね、何も知らなかったんです。で、彼が名古屋で一緒にご飯とか食べた時に、自分の PC から、もうその当時は CDR ですね。自分の曲をダウンロードして、落として、で、ジャーってタイトル書いて、ホームラウンドとかプレイヤーとか書いて、こればかりと聞いてっつって、プレゼントしてくれて、聞くねって言ってこの CDR をいただいたっていう、もう本当にそこスタートなんですね。その1日彼がオフで、駅ビルでホテルも取って、お話をするんですけど、その中でね、やっぱりすごく大きかったのが、私は役者をやるために歯医者になったんですけど、やっぱり歯医者になったら歯医者になったで、やらなきゃいけないことできないことがすごいいっぱいあるし、みんなもう歯医者になるぞっていう気で行くんですね。で、やっぱり普通に考えても20代、24とかで大学出るんで、うちら6年大学なんで、もう遅いよねってなるわけ。やっぱり夢なのかな、やっぱり無理なのかなって、ちょっとやっぱ半分どこかで思ってたんですよね。それをジョーに言ったんです。もうやっぱり遅いよねって言った。何を言ってるの、まだまだ若いし、何でもできるよ。さすが USA ですね。Makes dreams happen です。何でもできるよって言われて、はって思う。そうか。日本人でやっぱりこの年で何でもできるよって言ってくれる人ってほぼほぼいないんですよ。だから、やっぱり何でもできるよねってなるわけです。で、しかもやっぱり彼が言ったのは、女優をやるならニューヨークを見とかなきゃブロードウェイもオフブロードウェイも見とかなきゃって言われるわけですよ。それで、そっかってなるわけ。で、それまでニューヨークってやっぱハワイとかと違って、ちょっとやっぱり敷居が高いというか、一人で行くにはどうかなって思ってたけど、僕ん家に遊びに来ればいいよって言われて、そっかって思うわけなんですね。知り合いがいるなら行くのも危なくないじゃあ遊びに行こうかなってなるわけです、そこで。で、ちょっと先になるけど、1ヶ月休みが取れる時があるから、じゃあそこで行こうかなって言って、なるほど、やっぱりできるんだ。役者も諦めなくていいんだっていう風になるわけです。何ヶ月か後にニューヨークの彼のところに遊びに行って、そこで初めて恋に落ちるんですね。で、その後、才能に惚れ込んだ地獄の恋愛が始まるんですが、それはまた需要があったらお話しさせてください。ということで、ボルネオ